この動画はディジキーの提供でお送りします。皆さんが村田製作所の製品を使ったことがあるかどうかが問題だと思うんですけど、ほとんどの人は多分使ったことがないと思います。どちらかというと村田製作所の製品が使われている製品を使うといった感じでしょうか。例えばこういったスマートフォンの中に積層セラミックキャパシターという部品が使われています。その部品については村田製作所が非常に有名です。今日の動画は積層セラミックキャパシターがメインではないんですけども、村田製作所から発売された新製品を使ってみるっていう動画です。これです。これですね。これが表面で、裏面はこんな感じです。たくさんパッドっていうんですか、並んでいますね。これが今日使う DC-DC コンバーターの商品ページです。世界最小の実装面積、世界最高の電圧変換効率って書いてあります。なんかいろいろ難しいことを書いてありますけど、基本的にはスイッチとキャパシターとバックコンバーター、高圧コンバーターのことですね。これを使った DC-DC コンバーターです。最高効率は 90% と書いてあります。この新製品をテストするためだけに評価基板を作りました。これからこの基板の上に部品を乗っけてハンダ付けして、実際に動かしてみたいと思います。これはソルダーペーストを塗るための下準備をしています。いらない基板を適当に並べて、でその間に今回使う試作基板を入れます。これはステンシルです。このステンシルを試作基板の上にうまいこと並べます。こんな感じでちょうどパッドの位置とステンシルの穴が一致するように配置します。これはソルダーペーストを塗っています。ソルダーペーストをこのようにいらないカード類を使って塗り広げていきます。ソルダーペーストをうまいこと塗ることができました。ソルダーペーストを塗り終わったので、この後は基板に部品を乗せていきます。でこの部品を乗せる作業が一番めんどくさいというかしんどい作業ですね。部品を慎重に乗せていきます。ただソルダーペーストが溶けるときにソルダーペーストの表面張力で部品が自動的に正確な位置に移動するので、あまり正確に乗せる必要もないです。部品を乗せ終わったらホットプレートを使って、ソルダーペーストを溶かしていきます。皆さんおなじみだと思いますけども、今回もホットプレートを使った、ホットプレートリフローをやっていきます。このナショナル製のホットプレートマジで大活躍ですよ。最初保温で数分間予熱しといて、で予熱が終わったらあとは200度で焼き上げると。ちょうどハンダが溶けるくらいまで焼き上げれば OK です。でその後はすぐに、温度を下げてしまいます。これはソルダーペーストが溶けている瞬間を拡大して撮影しています。部品は斜めになっていますけども、ソルダーペーストの表面張力でちゃんと、方向が揃っています。毎度おなじみのホットプレートリフローができたので、次はスルーホールの部品を取り付けていきます。これは簡単です。ただ単にこのハンダオトを使ってハンダ付けします。完成品がこんな感じです。割と綺麗にハンダ付けすることができました。そもそも DC-DC コンバーターって何っていう話ですよね。この DC というのは直流のことです。
で、DC-DC コンバータは直流電圧を何か他の値の直流電圧に変換する電力変換器のことです。このコンバータは電力変換器です。例えばこの 9V の乾電池の電圧を例えば 18V であったり 5V に変換するコンバータが DC-DC コンバーターです。何か簡単な DC-DC コンバーターを作ります。これが 9V の電池。これです。で、ここに何か手押しボタンのスイッチを用意します。これが負荷です。この場合だと抵抗です。この回路を作ります。これは押しボタンスイッチです。あとは適当な抵抗を用意します。回路を作りました。電池から電圧が来て、でスイッチがあって、で抵抗があると。全部直列接続です。オシロスコープで抵抗の両端の電圧を測ります。オシロスコープの画面を見ててください。このスイッチを押すと電圧がこういう風に出てきます。スイッチを押している間は 9V の電圧が出ています。スイッチを離すと、はい、0V になりましたね。次にこのスイッチを押したり離したりします。この部分を拡大してみます。電圧が 0V の期間と電圧が 9V の期間がおおよそ同じ割合になっています。瞬間的な 0V、9V の電圧ではなくて、この期間の平均的な電圧を見ると 0V と 9V の中間の値 4.5V が平均電圧になります。このスイッチを押す離すの周期をもっと短くするとこういう風になります。このスイッチを1秒間に何回押すかをスイッチング周波数と言います。スイッチング周波数が低い時よりスイッチング周波数を高くした時の方が平均的な電圧の変動の具合が小さくなりますよね。なのでスイッチング周波数が高いほどこの場合だと電圧の品質は良さそうですね。ただこういう風に人間がスイッチを押す周波数の速さというのは限界があるわけですね。もう実際疲れてきてるわけですけど、なので実際はこの人間がスイッチを押すのではなくて、こういった MOSFET とかを、スイッチングするわけです。そうすることで1秒間に例えば1万回とか2万回とかの、スイッチングが可能になるわけです。これは人間だと絶対に不可能なことです。なので普通はこういった半導体スイッチを使います。電圧を低くしたいならこの回路を使うことはなくてもっと他の回路を使います。これが実際によく使われる電圧を落とす回路です。高圧コンバーターと言います。先ほど使っていた手押しスイッチの代わりにここに MOSFET を使います。で、ここにダイオードとインダクター、電圧を並活する用のキャパシターを入れます。で、これが負荷です。ここにキャパシターがあることで先ほどはこのように段々になっていた電圧が並活されます。通常の DC-DC コンバーターと村田製作所の DC-DC コンバーター、何が違うのか少し調べてみました。上の回路図がよくある DC-DC コンバーターで、これは高圧コンバーターです。基本的にはこの部分に MOSFET とあとインダクターを使ってます。これは高圧コンバーターですけど、この部分にインダクターがあります。このインダクターの大きさ見てもらうと分かるんですけど、回路の中でかなりの割合大きさを占めています。このインダクターは部品としてはかなり大きくて結構なスペースを占めて、邪魔者みたいな感じなんですけど、ただ回路が動作するには絶対必要なものです。じゃあ村田の方はどうなってるんですかっていう話なんですけども、村田の方はどうなっているかというと、スイッチとキャパシターとバックコンバーターの組み合わせです。スイッチとキャパシターの簡単な説明はこの図を使ってできます。例えば電源電圧を 12V として、その電圧を 6V まで高圧したいとしましょう。ここに3つあるスイッチを適当にオンオフすることで、ここにあるキャパシターを重放電します。簡単のためにキャパシターの初期電圧は 0V としておきましょうか。まず最初にここのスイッチを閉じます。そうするとどうなるかというと、キャパシターは充電されます。キャパシターは 12V に充電されます。次に一度閉じたスイッチをまた開きます。
そして次はここのスイッチを閉じます。そうするとどうなるかというと、12V まで充電されたキャパシタの電荷が、もう片方のキャパシタに流れていきます。こういう風に流れていきます。そうするとキャパシタの電圧は 6V と、こちらも 0V から 6V になります。2つとも同じ電圧になるわけですね。ここまで来たら閉じたスイッチをもう一度開きます。そしてこちらのスイッチを閉じます。そうするとこの 6V のキャパシタと負荷が接続されるわけです。なのでこの負荷の電圧は 6V になります。この一連の動作を繰り返すことで電圧を高圧します。このスイッチとキャパシタをここに使って、そしてバックコンバーターがこれです。スイッチとキャパシターを使うことによってちょうどこの部分の電圧を低くします。そうすることによってバックコンバーターの MOSFET で発生する電力損失を低減して、かつこのインダクターを小さくすることもできます。そういった非常に高度なことをこの村田製作所の DC-DC コンバーターの IC の中でやっているわけです。でこういう新製品が出た時に何をやるかっていうと、例えば特許とかを調べてみると面白いんですね。この IC に使われているであろう特許を見つけたので、概要欄に貼っておきます。一応画面のここら辺にも特許番号を貼っておくと思うので、もし興味のある人は見てください。実際に使ってみます。入力電圧の定格が 12V で、出力電圧の定格が 1.0V です。この電源を使って 12V の電圧を作ります。で、それをこの DC-DC コンバーターの入力につなぎます。次にマルチメーターを使って出力電圧を測定します。この通りになるなら、1.0V の電圧が出力されるはずです。スイッチを入れると、電圧は 12V に設定します。電圧も出てますね。出てるんですけど 0.6V しか出てない。なんでだ。1.0V 出てほしいんですけど、なんか出てませんね。0.6V しか出てないです。今 IC のデータシートを読んでるんですけど、この IC 自体はプログラミングできるみたいです。そのプログラミングする箇所に、電源を供給できるんですけど、どうやらそこに電源を供給しないと動作しないっぽいですね。今これちょっとデータシートを見てて笑っちゃったんですけど、このピン配置とそのピン配置の表があるんですけど、その対応が合ってないんですね。でしかも結構重要なところのピンアサインが間違えてますよ、村田製作所さん。で本当ならこっちに書いてあるピンとこの表に書いてあるピンは一致しているはずなんですけど、ところどころ一致してないですね。この IC をプログラミングするために、5つ端子がここにあるわけですけど、その端子の位置と、こっちの表に書いてある端子で、結構バラバラになってますね。いろいろ実験して確認してみた結果、こっちの表は間違えてて、こっちの図が正しいってことが分かりました。なので、こっちを参考にしてください。プログラミングしないと使えないことが分かったので、実際にプログラミングしてみたいと思います。その前に間違えてる部分を軽く修正します。プログラムは以前作ったマイコン基板を使って書き込みます。こんな感じでマイコンを接続した状態で電源を入れます。ちなみにこの状態でプログラムを書き込めるようになっています。電源を投入すると、はい、さっきは 0.6V までしか電圧出てなかったんですけど、ちゃんと 0.7V 出てますね。この状態で IC にプログラムを書き込むと電圧がプログラムできるようになります。で実際に、書いてみます。プログラムを。でこれからプログラムをコンパイルして書き込みます。はい、こんな感じで電圧が変わりましたね。先ほどまでの 0.7V から、1.2V に変わりました。ちなみにこの出力電圧の値はこれ可変なんですね。プログラムで自由に変えることができます。例えば、少し変えてみますか。ちょっと電圧を高めに出力します。電圧が少し上がるはずです。はい。
上がりましたね。 1.5V に可変できます。他の波形もちょっとプログラミングしてみます。プログラムを書いて、で波形が変わるはずです。あ、変わりましたね。こんな感じで直流の電圧に交流成分を乗せたような波形も出力することができます。多分プログラミングをちょっと変えれば正弦波っぽい波形も頂上できるのかな。遊ぶのはこのくらいにして実際に使ってみます。入力電圧は直流 12V に設定しています。出力の電圧は 1.6V にプログラミングしました。この黄色の波形がそうです。このピンク色の波形は負荷の電流です。負荷の電流は電子負荷で決めています。負荷を変動させたとしても、その直流の電圧は常に 1.6V 一定です。この電圧の波形をもうちょっと拡大してみようかと思います。DC-DC コンバーターの出力端子に流れる電流を 0A から急激に 6A に変動させるとどうなるかというと、出力電圧はこういう風になります。電流を一気に 0A から 6A にしたとき、出力電圧は少しだけ低下しています。 10mV くらい低下していますが、すぐに元通りの電圧に戻ります。次に負荷電流を 0A から 6A にするとどうなるかというと、はい、こんな感じです。この電流を変えたところで電圧は少し跳ね上がってますね。これもだいたい 5mV 程度でしょうか。この部分を拡大してみます。こんな感じで電圧はかなり勢いよく跳ね上がっています。これは DC-DC コンバーターの制御がどうこうとかそういう話ではなくて、このプリント基板上にある配線インダクタンスの影響ではないかと思います。ということで今日は村田製作所の新製品の DC-DC コンバーター IC を使ってみるという動画でした。基板は合計3枚作りました。なので2枚余っている状態です。こちらの2つを視聴者の方にプレゼントしたいと思います。ちなみにプレゼントの応募方法ですが、Twitter の方を確認してください。で、今回視聴者にプレゼントする部品、どこから手に入れたかというと、そう、ディジキーです。部品の品揃えは960万点以上。もちろんこういった電源 IC 以外にもキャパシターやインダクター、電解コンデンサー、もちろん MOSFET もあります。最近はこういったカットテープ部品の裏に追跡番号を印刷して、それがどんな部品かわかるような追跡サービスも始めました。今手元に追跡番号が載っているカットテープは用意できていませんが、これについては次回以降動画で紹介できればと思います。ディジキーの日本語チャンネルも最近開設されて、そちらの方でも一見の動画をアップロードしています。そちらにアップロードする動画には若干の追加コンテンツも用意しています。もしよかったらそちらの方もぜひ登録してください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。